はい、皆さんこんにちは。映像クリエイターのしゅんです。本日なんですけれども、こちらに今ございますですね、カメラ Pixis 12K っていうですね、ブラックマジックデザイン社さんのカメラなんですけども、皆さんこちらご存知でしょうか？こちらね、僕が最近愛用している BMCC6K とかそういったカメララインナップがありますブラマジさんのカメラになるんですけれども、こちら最初ですね見た時、一番やっぱり目に入ってくるのが 12K っていう解像度の部分ですよね。正直12K ってそこまで必要なのかなって最初は思っていました。はい、ぶっちゃけ 4K でも十分かなっていうぐらいのレベル感なので、解像度競争みたいなところだけ見るとですね、十分すぎるスペックなのかなというふうに思っていました。なんですけれども、こちらのですね Pixis 12K、 僕1ヶ月程度ですね使い込んでみてですね、こちらのカメラの見方っていうところがガラッと変わりました。っていうのもですね、こちらのカメラ解像度がただすごいだけのカメラではなかったんですよね。はい、こちらのカメラですね、もうとにかく絵力がすごい、もうルックのカメラだなといった印象です。はい、もう取って出しの時点でですね感じるんですよね。色の厚みであったりとか、赤色の粘りであったりとか、あとはですねハイライト側のですねロールオフの部分であったりとか、あとは何といってもやっぱり黒の締まりですよね。黒の締まりっていう部分ですね。スペックではやっぱり語れないですね、絵力、絵の力っていうのがあるなと思っております。本日はですね、その Pixis 12K のですね本当にすごいなと思ったところ、魅力的な部分っていうのを5つのポイントに分けてご紹介したいなと思っております。あとはですね、プラスアルファ僕が愛用しているのは BMCC6K っていうカメラになりますので、そちらのカメラとですね Pixis 12K どう変わってくるのかみたいなところのですね比較のお話をですねしていけたらなと思っておりますので、最後まで見ていただけたら嬉しいです。はい、まず1つ目ですね、圧倒的なやっぱり絵力っていうところでですね RGBW っていうですねフルフレームセンサーを搭載しております。これがまず最初にご紹介する最大の特徴になってくるんですけれども、36×24mm のですね 12K 解像度の RGBW のフルフレームセンサーっていうのをですねこちら搭載しております。これですね、ただのフルフレームっていうわけではなくてですね、通常の RGB 配列にホワイトピクセル、いわゆる W の部分ですよねを加えた RGBW 配列になります。このおかげでですね、何が起きるかっていうとですね、とにかく色に強くなります。もう本当にホワイトピクセル、いわゆる明るさの部分をですね、たっぷり取り込んでくれるおかげでですね、RGB のですね、ピクセルに関しては色を捉えることっていうところに全集中できるようになるんですよね。そこにやっぱりハイエンド機譲りのですね第5世代のカラーサイエンスっていうのとですね、あとは16ストップっていうですねめちゃくちゃ広いダイナミックレンジが相まって本当にですねとんでもない恩恵が生まれます。特にですね個人的に感じたのはやっぱり赤の粘り方ですよね。あとはハイライトで色が落ちない感じっていうところ、あとはスキントーンの自然さとか、ネオンとか夕焼けとか衣装の赤なんかがですね白飛びせずにですね深く、リッチに色が残るんですよね。これがいう僕の絵力の正体になります。2つ目はですねマルチスケーリングになります。Pixis 12K はですねセンサーの全域を使ったままですね 12K、8K、4K とか、そういった解像度を切り替えられるようになっております。つまりですね 4K に落としてもですねクロップされないんですよね。なんで画角も当然変わりません。はい、しかもですねこれめちゃくちゃいいのが、ただ解像度が下がるだけではなくてですね 8K とかを 4K に落とすとですね画角はそのままなんですけども、センサーの読み出し速度が2倍になります。これによって何が起こるかっていうと、ローリングシャッターのですね歪みがもうグッと抑えられる上にですねより高いフレームレートで撮影できるようにもなります。もうデータ容量っていうのを節約しつつですね機動力も上がるっていうですねめちゃくちゃ実用的な、仕様マルチスケーリングになっているのかなと思います。はい、さらにですね、もう最近、話題のオープンゲートですよね。3対2のオープンゲートっていうのももちろん対応しております。なので縦型の、切り出しとか編集時のですねリフレーミングとか、ポストプロダクションでの自由度っていうのが圧倒的にやっぱり高いですね。今の時代のやっぱコンテンツ制作においてはですねこちらがかなり強力な武器になってくるのかなと思います。はい、次へですね3つ目になります。3つ目ですね、ボックス型のやっぱりデザインっていう部分になります。こちら見てもらうと分かるようにですね、ボックス型でですねシンプルなデザインになっております。はい、
これがですね、意外とこう制作現場でですね、めちゃくちゃいいんですよね。まず大前提ですね、航空宇宙グレードのですね、アルミっていうのを削り出して作られているので、めちゃくちゃ頑丈になります。それなのにもかかわらず軽いっていうところですね。それが特徴になっております。で、上の面とか底面とかにはですね、4分の1インチとかですね、8分の3インチのネジ穴、スレッドっていうのが無数に用意もされております。で、めちゃくちゃ面白いのがですね、ここサイド側にですね、サイドプレートが交換できるようになっております。ここにですね、マイクとか外部の SSD とか、あるいは配信用のスマートフォンっていうのをマウントできる専用のプレートとかに付け替えることができます。だからですね、自分のやっぱ撮影スタイルに合わせてリグを組み替えるっていうのももちろんできますし、ジンバルとかクレーンとかそういったものとの相性っていうのも抜群だと思います。ドローンを乗せることっていうのもできるみたいなんで、本当にこうプロがもう現場で使い倒すことみたいなところを前提にしたですね、設計思想っていうのを Pixis 12K からは感じるなと思っております。4つ目ですね、インターフェースになります。やっぱりこうコンパクトな箱型なのにもかかわらずですね、端子類っていうのはしっかりこうシネマカメラの現場仕様になっています。こちらですね、後ろ見てもらうとですね、ここに SDI ございますし、ファントム対応のですね、ミニ XLR と、あとはタイムコードの入力ですね。っていうのと、あとはメディアですね、こちら。デュアルスロットになっております CF エクスプレスタイプ B が挿せるんですけれども、こちら同時収録はできないんですけども、リレー形式のですね、リレー収録っていうのはできますので、長回しっていうところに関しても非常に安心な構造になっているのかなと思います。で、特にめちゃくちゃいいなと思っているのが、ここですね、USB Type-C のポートがですね、後ろとここの前の2つデュアルであるというところですね。こちら今つけているですね、モニターっていうのを Type-C 給電で運用できるようになっているんですけれども、2つつけれることによって電子ビューファインダーの方もですね USB Type-C で同時に使えるっていうことももちろんできますし、それ以外もやっぱり外付けの SSD に直接収録したりとか、スマホとつないでですねクラウドへアップロードをしたりとか、そういったところがですねデュアルで USB Type-C があるからこそ万能にできるっていうところですね。もう本当に現場でのデータ管理とかですね、モニタリングっていうところまでもう本当に一切死角がないカメラになるのかなと思います。はい、そして最後5つ目ですね。こちらワークフローになります。これですね、Pixis 12K めちゃくちゃ良くてですね、撮影時に高画質なブラックマジックローっていうのが撮れるんですけれども、同時に H264 のですねプロキシファイルっていうのを生成してくれます。でですね、こっからがすごいんですけれども、カメラにですね、スマホ USB でですねつないでデザリングしておけばですね、そのプロキシっていうのがブラックマジッククラウドにですね即座にですねアップロードされます。しかもですね、遠隔地にいるエディターさんのですねダヴィンチリゾルブの画面に直接ファイルがこうボンボン入っていくみたいな形が取れるので、現場でカメラを回している最中に別の場所で編集をスタートするみたいなこともですねできるようになっているのがこの Pixis 12K になります。で、さらにですね、ハリウッドとか、僕も愛用しているですね、編集ソフトダヴィンチリゾルブのですね、スタジオ、有料版もですね、一緒に購入したらついてきますし、そういったところもいいポイントだなと思います。つまりですね、やっぱり撮影から編集、もう本当カラーまでですね、全部こう、一気通貫しているのが Pixis 12K かなと思ってます。やっぱハードとソフト両方作っているのがですね、ブラックマジックさんなので、本当にこうブラックマジさんにしかできないですね、このスムーズさみたいなところは最大の強みになるのかなと思います。はい。いろいろお話ししてきたんですけれども、僕がやっぱり普段愛用しているのはですね BMCC6K っていうですねカメラになります。こちらとのですね、比較っていうところもちょっとお話できたらなと思います。やっぱりですね、実際こう両方使ったからこそですね感じる差みたいなところがですねたくさんありました。ちょっと今回はですね大きく分けて4つちょっとご紹介できたらなと思います。まず1つ目はですね BMCC6K はですね従来のやっぱりベイヤーセンサーなるんですけれども Pixis 12K は RGBW っていうところですね。同じやっぱフルフレームでも色の厚みの出方みたいなところが全然やっぱ変わってきます。さっき言ったやっぱり赤の部分の表現とですねハイライトの粘りのところですよねと、Pixis 12K はですね専用のやっぱ光学ローパスフィルターっていうのも使ってますので、そこが相まってやっぱりスキントーンの出方みたいなところが抜群に綺麗なのが Pixis 12K なのかなと思います。なんか全体的に絵にコシがあると言いますか、粘り
りがすごくて、とにかく粘るんですよね。それが Pixis 12K の魅力になると思います。はい、そしてですね、マルチスケーリングの有無っていう部分が2つ目になります。BMCC6K はやっぱり解像度 6K から 4K とかフル HD に落とすとですね、クロップされて画角変わってしまうんですけれども、Pixis はですね、フルフレームのまま画角が維持できるっていうところが差になってきます。やっぱりレンズ画角をそのまま活かせるだけっていうのでももちろん大きいんですけれども、さっき言ったそのセンサーの読み出し速度っていうのが上がって、ローリングシャッターの歪みがさらに減るっていうですね、恩恵もあるので、これやっぱり運用する上でめちゃくちゃ大きな差になってくるのかなと思います。はい。でですね、3つ目、現場対応力になります。BMCC6K はですね、一眼スタイルなんで、コンパクトでもちろん優秀なんですけれども、もちろん SDI 端子っていうのがないっていうところございます。対してですね、Pixis に関してはボックス型なんでリグも組み放題な上にですね、SDI とかタイムコードとか、前後にデュアルで USB Type-C とかもあるので、伝送機を飛ばしながらフォーカスマンについてもらうみたいなですね、いわゆる撮影規模が大きくなればなるほどですね、この現場力みたいなところの差が効いてくるのかなと思います。はい。で、4つ目ですね。位置づけが、そもそも違うよっていう話なんですけれども、BMCC6K はですね、優秀な、もちろんシネマカメラになるんですけれども、Pixis 12K ってどっちかというと、さらに上のですね、ハイエンド機、アーサシネとか、そこの系統に入るカメラになってきます。っていうのもですね、中身のブレインの部分もですね、アーサシネと同じ第5世代のカラーサイエンスっていうのが使われているので、作られている思想レベル自体がですね、そもそも Pixis 12K っていうのが、BMCC6K よりも一段上になってくるのかなと思います。はい。というわけでですね、いろいろ Pixis 12K についてお話ししてきたんですけれどもですね、魅力伝わりましたでしょうか。Pixis 12K はやっぱり単なる解像度が高いだけのですね、12K カメラっていうわけではないということがですね、伝わりさえしていれば嬉しいです。もう本当に RGBW のセンサーとですね、第5世代のカラーサイエンスによるですね、本当に独特な濃厚な色っていうのが出ますし、16ストップのですね、ダイナミックレンジと、あとはクロップなしのマルチスケーリングっていう部分ですよね。と、このボックス型っていうところで自分のスタイルに合わせて無限に拡張できるというところ。あとは現場で頼れる接続性の部分ですよね。完成されたクラウドのワークフローっていう部分。ここが Pixis 12K の魅力なのかなと思っております。やっぱりいろいろお話ししてきたんですけども、何より圧倒的に撮れる絵の力、絵力っていうところがですね、本当にめちゃくちゃいいっていうところ。もうここに僕は一目惚れしました。はい。BMCC6K とかですね、使っている方なんかはですね、もう1階層上のですね、表現をしたいとか、あるいはハイエンド機ハーサシネの絵力みたいなの欲しいんだけど、個人で取り回せるサイズ感でですね、撮りたいなみたいな人にはですね、この Pixis 12K 非常におすすめになってくるのかなと思います。本当にそういったところのですね、間を完璧に埋めてくれるですね、カメラっていうのが、存在っていうのがこの Pixis 12K になってくるのかなと思います。概要欄に、Pixis 12K のですね、リンク、BMCC6K のリンクの方も貼っておきますので、興味がある方はぜひそちらから見てみてください。ブラマジさんのですね、カメラ、本当に触ったことない人一回触ってみてほしいです。本当に色の出方とかがですね、僕個人的にはめちゃくちゃ大好きなカメラになってきます。はい、おすすめです。ということでいろいろお話ししてきたんですけれども、またですね、今後もブラマジのですね、カメラのご紹介とか、Pixis のご紹介とかしていきたいなと思っておりますので、ご興味がある方はぜひチャンネル登録と高評価の方よろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。